皆さんこんにちは。お絵描きバーチャル YouTuber のやきまえるです。デジタルイラスト始めたけど、絵を描く手順とか用紙サイズとかペンとか基本的なことがわからないよって方多いんじゃないでしょうか。こういった内容はね、とてもよく質問されます。ということで今回は初心者向けにイラストの描き方講座として僕のイラスト制作の一連の流れをざっくり紹介していきたいと思います。初心者向けということで、使っているソフトやイラストの用紙サイズ、使用するペンなど基本的な内容をね、中心に詳しく紹介していきますので、いろいろ参考にしてみてください。それではスタート。早速イラストを描いていくんですが、制作環境は自作 PC と液晶タブレットを使用。制作ソフトはクリップスタジオペイント EX を使っていきます。クリップスタジオペイント、略してクリスタは、プロのイラストレーターでも使用する方の多い、とても優秀なイラスト制作ソフトです。クリスタには安いプロ版とお高めな EX 版があって、よくね、どっちがいいのって聞かれるんですが、漫画やね、アニメーションを描かないならプロ版で十分なので、最初はプロ版をおすすめします。で、まずは構図をね、考えていきます。構図からラフまでは、ペン、用紙サイズは何でも OK です。構図なんですが、まずね、どんな絵を描くかっていうのをいっぱい考えてから描いています。今回はコグノスフィアさんのご提供で、最近リリースしたばかりのゲーム、崩壊スターレイルのキャラクター、カフカを描いていくので、ゲームの情報やキャラクター設定などをいっぱい見て、どんな絵を描こうかなってね、もういっぱい考えてから構図に着手しています。撮影してる現時点では、崩壊スターレイルがね、まだリリース前なんですけど、もうめちゃくちゃ楽しみで、原神と同じ会社が手掛けている、原神に次ぐ力作なんですよ。原神もめちゃくちゃ人気で、ファンアートとかももういっぱいあってすごいじゃないですか。なので、絵描きとして流行に乗り遅れないようにってね、もうめっちゃ注目しています。で、その中で、誰描こうかなって考えて、カフカっていうね、キャラクターがいるんですけど、この子ね、ちょっと謎に包まれた指名手配されてるダークな感じのキャラなんですよね。僕ね、タイプが永遠の中2なんで、ダークな感じのキャラめっちゃ好きなんですよ。ってことで今回はね、カフカを描いていきたいと思います。ポーズなんですが、大人っぽくて強者感漂うキャラクターなので、そんな感じのポーズにします。で、仕草は、特徴的な部分としてメガネがね、あったので、せっかくなのでメガネを外している仕草にして、なんかね、軽く腰掛けて裏の取引みたいなね、怪しい会話をしてる雰囲気にしてみようと思います。こう、描くシーンを考えると、絵の仕草や表情がより魅力的なものになりますので、ぜひね、皆さんもいろいろ考えて構図を描いてみてくださいね。ただね、いかんせん描いてる時がリリース前なんで、少ない情報から想像力を膨らませてシーンを描いていきます。服装とかも情報が少なくて、細かいところね、違うかもしれないんですが、ご了承ください。そんなこんなで構図が完成しました。そしたら次はラフですね。ラフは裸の状態、いわゆる素体っていうのを描いてから服を着せていきます。素体を描くときには、当たりを使って描いていきます。当たりとは、人体をね、簡略化したマネキンみたいなものですね。当たりにはいろんな描き方があるんですけど、正直ね、自分が素体が描ければ、どんな当たりでも OK です。自分が描きやすいってことが一番大切だと思います。素体が描けたら次は服を描いていきます。今回描いてるラフはすごくね、雑なんですが、慣れないうちはラフの時点でしっかり細かいところまで描いた方がいいと思います。できれば色もつけてカラーラフにしておいた方が完成イメージもつけやすいのでいいです。はい、ということでラフが完成しました。で、清書に入る前にラフの状態で用紙サイズを決めていきます。まず最初に縦横比を考えていきます。絵の仕事とかだったら用紙サイズは指定されているんですが、ネットに上げる絵とかは自由なので、絵がね、いい感じになるように、まずは絵を切り取っていきます。切り取るときは、編集メニューのキャンバスサイズを変更から変更できます。
この時余白が少なくなるように、特にね Twitter とかに公開する絵はキャラクターがねドーンと大きく見えるようにっていうのを意識して切り取り方を考えていきます。 SNS の場合見え方っていうのにも注意する必要があって、例えば Twitter だと現時点では絵の真ん中が縦横比4対3でサムネイル表示されるので、サムネイルが見てほしい部分になるよう余白を調整します。今回なら上に大きく余白を作ってサムネイルに顔が入るようにって調整しています。はい、という感じで用紙の形が決まったら次は解像度をね調整していきます。解像度を変えるときは編集メニューの画像解像度を変更から変更できます。解像度もねはっきり決まってはいないんですが、僕は A4 の 350dpi っていうサイズを基準にして変えていきます。A4 の 350dpi は2894ピクセル ×4093 ピクセルです。なんでこの基準なのかっていうとですね、A4 の 350dpi くらいのサイズがあれば、例えばいつか同人誌を出すって時や、あなたの画集出しませんかとか、個展開きませんかみたいな話があった時に困らないので、そのぐらいになるように解像度を変えておきます。今回は縦5000ピクセル、横2586ピクセルで変えていきます。あんまり難しく考えずに、大体のサイズで大丈夫です。これで用紙サイズが決まったので、ここからね、どんどん清書していきます。まず、線画を描いていきます。で、線画に使用するペンなんですが、僕のね、自作ペンで、ヤキマエルの時短ペンというペンを使って描いていきます。このペンは名前の通り、時短、早く絵を描くためのペンです。このペン、僕のファンボックスで配布しているので、欲しいっていう方はね、概要欄のリンクからぜひゲットしてください。他にももともとヤキマエルの線画ペンとヤキマエルの塗り丸っていうペンも配布していて、これがね、もうめちゃくちゃ使いやすいって好評だったんですが、いかんせん線画と塗りでペンを変えないといけないんですよ。で、作業時間短縮を考えて、作業によって切り替えなくていいペンが欲しいって思って作ったのが、このヤキマエルの時短ペンになります。線画、塗りだけじゃなく、消しゴムもこの時短ペンで消せるので、線画、塗り、消しゴムでいちいちツールを変えなくてよくて、本当に作業が楽になるペンです。自分で言うのもなんですが、もうめちゃくちゃおすすめです。消しゴムとの切り替え方は、透明色っていうのを使うんですよ。透明色と切り替える操作をショートカットキーに登録しておけば、キー操作で消しゴムモードとペンモードを簡単に切り替えることができます。で、ペンのサイズなんですが、これもね、僕は決めてなくて、毎回絵のサイズに対していい感じになるペンサイズで描いているんですが、今回は8ピクセルぐらいでまず線画を描いていきます。後で調整するんですが、一旦細めの線画でサクサクっとね、描いていきます。それと、絵のバランスを見る上で、目がね、塗ってあるのとないので、かなりね、印象って変わるので、目は線画と同時に先に塗ってあります。はいって感じで細めの線画をざっくり描いたあたりで、なんとね、紙とか細かいパーツとかがごちゃごちゃしていて、頭が混乱してきたんですよね。ごちゃごちゃした線画を描くときって頭が混乱しないですか？なんで、一旦ここで色を塗り分けちゃいます。下塗りにはこちらもファンボックスで配布しているヤキマエルの下塗りペンを使っていきます。こちらはその名の通り下塗り用のペンで G ペンとかよりも扱いやすいくっきりとしたペンになります。ということでガシガシパーツごとにレイヤーを分けて塗り分けていきます。まだ線画をちゃんと描いていないところとかもね、しっかり色を塗り分けていきます。はい。で、こんな感じで色を塗るとごちゃごちゃしたところも見えやすくなってバランスもね、調整しやすくなるので、まずはね、全体のバランスを整えておきます。そしたら、線画を下塗りに合わせて整えていきます。下塗りを基準に、線画を直したり、強弱をつけていきます。ちなみに、この描き方なんですが、あんまりいないです。珍しい描き方だと思ってください。僕は今回頭がね混乱して集中力が途切れたんで、こうやって描いてみましたっていう感じの描き方になります。もしカラーラフとかをしっかり描いてあって頭も混乱しなくてバランスもしっかり取れてるなら、普通にね線画を描き切ってから塗りに移るっていう順番でいいと思います。
はい、という感じで線画ができたら、こっから色を塗っていくんですが、ここら辺をね、詳しく話していくと何時間あっても足りないので、今回はね、申し訳ないんですが省略します。いつかね、別の動画で肌の塗り、髪の塗りみたいな感じで、それぞれね、詳しく説明したいですね。ペンは先ほど言ったように、ヤキマエルの時短ペンをそのまま塗りでも使っていきます。ヤキマエルの時短ペンをメインに、適宜ね、エアブラシやぼかしツールを使ってなじませつつ塗っていきます。ペンのサイズはショートカットキーで変更できるようにしていて、コロコロ自由に変更しながら描いていきます。全体の流れとしては、まず光源を意識して全体の陰影を決めていきます。そしたら影を整えていきます。光や影をさらに描き足していって、仕上げに効果を足したり色味を調整したら完成です。ということでこちらが完成イラストになります。結構お気に入りのイラストになりました。髪の立体感とかめっちゃいい感じじゃないですか？こちらのイラスト、制作時間は構図から完成までで12時間ぐらいでした。今回描いたカフカが出てくる崩壊スターレイルはリリースしたばかりの最新ゲームです。先週、ラフなどシルクパンク風のおしゃれなワールドをはじめとする様々なワールドに魅力的なキャラクターも盛りだくさん。ストーリーもとてもいいって聞いていて、世界観やキャラクターに引き込まれる素敵なストーリーがたっぷり楽しめちゃいます。スマホ、PC、家庭用ゲーム機とマルチプラットフォームに対応した原神に次ぐ期待の力作ですので、概要欄のリンクからぜひダウンロードしてみてください。なんとガチャ石がゲットできちゃうコードもありますので、この機会をお見逃しなく。はい、この画面はスクショ撮っといてくださいね。僕もね、この動画が公開された時には、仕事にね、追われてなければプレイしていると思います。それでは、初心者向けイラスト講座でした。なんと、僕の初書籍、大切なのは練習や勉強だけじゃない、絵が上手くなる5つの習慣が好評発売中です。ぜひゲットしてください。また、このチャンネルでは、お絵描き関連の動画をたくさんアップしています。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。では